We love Japan! 去年日本を訪れた外国人観光客は2500万人を突破。インバウンド消費額なんと5兆円。中でも特に盛り上がっているのが新宿歌舞伎町。どのお店も多くの外国人であふれている中、その時代の波に乗り遅れた店がお姉のショーパブヒゲガール。本当リアルな話するとしんどいと思うけど、今日は1回目の予約が0件です。今日もか。閑散期と言われる2月でさえ他店は訪日バブルでにぎわう中、お客が入らないヒゲガールは大ピンチ。そんな中、ついにヒゲガールがインバウンド作戦に立ち上がった。果たしてこの危機を乗り越えることはできるのか。あ、じゃあ行ってきます。じゃあね。はいよ、頑張ってきます。ヒゲガールがまず取り掛かったのは歌舞伎町の市場調査。やっぱアジアの方も多いし、いろんな国の方がいらっしゃるね。すごいわ。そんな中、最も盛り上がっていたのが吸い込まれてくね。ゴールデン街だ。今やゴールデン街には日本人よりもインバウンド客が殺到。元気してる。I know you know. ありがとうさ。Hi Japan. Hello Japan. 人気の理由は？でもなんか見た感じ、日本語、メニュー日本語の下にちゃんと英語表記もあって、やっぱそこか。また入りやすくするため扉を開けているバーがほとんど。ね、あそこにもあるよ。見て見て。あ、すごい。めっちゃインバウンド。入り口付近に外国人が興味を引くアイテムを飾り付けていた。さらに分かったことが。狙うなら、台湾がいいかもしれない。そう、台湾そうだね。激アツが台湾みたいですよ。実は調査中、アジアの人多いよ。確かにね。台湾人。そう、どっからこんな溢れてくるんだろう。本当よ、どっから来んのよ。今台湾では海外旅行者の3人に1人が日本へ。日本楽しい。大好き。親日家も多くリピート率 90% 以上。消費額ランキングでは第1位。1回の訪日で1人当たり18万円以上は使うという。さらに行った時さ、ショーパブなかったのよ。ショーパブなかったし、多分台湾の人はオカマバー好きだと思うよ。台湾はアジアで最初に同性婚を認め、マイノリティには寛容なのだが、お姉のショーパブはない。そこでターゲットを台湾に絞り、接客やショーのプログラムを考えることに。すると翌日、ある人物に白羽の矢が立った。ちょっといいですか。で今回のこの台湾の話でちょっと協力者を見つけたのでちょっと連れてきました。どんな人だろう。ちょっと。あら。じゃあ自己紹介お願いします。はい。はじめまして、大輔です。新人お姉大輔。実はヒゲガールの姉妹店ヒゲモヤンのキャスト。去年の4月にオープンしたミックスバーのヒゲモヤンに勤めていたのだが、お店が閉店となり行き場を失っていたところに三井店長が声をかけた。その訳は、台湾は行ったことあるよ。あるの？あるの？ありますあります。ある？はい。何回行ったの5、6回ですかね。？5、6回？はい。すげえな。先リーダー。びっくりしました。でもなんでさ、皆さんに認められたのかなと思って頑張って
一生懸命頑張りたいと思います。こうして新人大輔を中心にインバウンド計画が始まった。おはようございます。おはようございます。おはようございます。大輔が取り組むのは大きく2つ。まずはショーのプログラム。日本の曲をショーで使えればなと思ってます。でも結構流れてますよ、J-POP は。中島美嘉さんと世界の終わりさんと。台湾では J-POP が大人気。さらに今ちょっと冬っぽい衣装を探してますね。実は台湾の日本で行ってみたいランキングは北海道が1位。温暖な気候のため日本の冬景色に憧れる人が多い。そこで冬の J-POP をテーマにしたショーを行うことに。続いては接客。ちょっと皆さんにですね、台湾語を覚えていただこうと思いまして。知り合いのつてを使い先生にオファー。我可以你这些呢？我可以你这些呢？もう一回。我可以你这些呢？我可以你这些ね。はい、OK です。台湾文化も勉強。さっき乾杯ってやった時に普通にこうグラスをカチンってみんなで合わせてたんですけど、台湾の乾杯はまず来って言ってちょっと上げてこうやって上げてそれでちょっと飲む。さらに結構台湾の人ってお酒飲めない人が実はすごく多くて、9割飲まない。飲まないんだ。ほぼ飲まないんです。ゲーバーとかでもあんま飲まないですよね、皆さん。みんなそうですね、もうカラオケしてお茶飲んで。喫茶店とかも喫茶店みたいな。こんな注意も。肩とか頭を触られるのって嫌な人が結構いるんです、実は。っていうのは命の炎が宿ってると思われてて、それ消えちゃうと悪霊が寄ってくるっていうふうに思われてたりするんですよ。こうして大輔を中心に言葉や文化を勉強したヒゲガール。皆さんはさすがプロですね。ちょっとなんかワイワイ楽しそうに勉強してくれて本当に良かったです。これでね、いつでも台湾の方がいらっしゃっても大丈夫なんじゃないかなと思います。果たして成果は出るのか。先生のお友達、日本在住の台湾の方を招いて実践。緊張してます、ちょっと。でも頑張ります。果たしてヒゲガールの接客は受け入れられるのか。まずはジャパニーズアイテムでおもてなし。乾杯も台湾式。吸わせていただきます。あまりお酒を飲まない方のためにお茶を用意。とここでチョコついね。チョコついね。慌てて肩から手を離した。体を張ったプロの接客に楽しんでいる様子。一方、新人の大輔は会話に入っていけない。するとベルは
大丈夫？あ、大丈夫。大丈夫？はい、なんかちょっとどうしたどうした？あと？はい。いやだからさもうノリノリで行こうよ。私もさ台湾語なんかできないけどさ、もうヒゲガールを見せてやろうよ。はい。ね。頑張ります。ね。はい。ノリで行こう。イエス。はい。よしよし。からね。自分の殻を破れない大輔にベルからの激励。でもちょっとリーダーなのでコミュニケーションちゃんと取っていければなと思ってます。ところがこの思いが事件を招くことに。口下手な大輔は思わず通訳アプリでコミュニケーション。これにベルが動いた。バキヤラ！インバウンドしようぜっつっただろうがよ。オカマは気持ちで接客なの。オカマインドだろ。はい。小手先の接客で殻を破ろうとしない大輔に怒りを覚えたベル。気を取り直しショータイムがスタート。まずは台湾でも人気の J-POP でおもてなし。一方まだステージに立てない大輔はここから一人で接客。続いては肝入りのショー、冬の J-POP メドレー。とその時勇気を出して積極的に話しかける大輔。客席は和やかな空気へ。よし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 。ナイスアシスト。受けた。その後も冬の J-POP メドレーは続き、果たして感想は？非常的精彩，大家跳舞拢跳到足好的，表演真正从头到尾拢足好看的。我后到一定会招朋友过来。精彩精彩。嘿。よかったヒゲガール魂。ショーも接客も大成功。よかったです。すごい安心しました。みんなで頑張っていければなと思います。ヒゲガールの挑戦はこれからも続く。ときめく時を TBS